こんにちは、ミルです。今日は文法は大切なのかという質問に答えてみたいと思います。特にね、中級以上の方に聞かれます。文法よりも大切なことはコミュニケーションですよねとか、文法を覚えても会話で使わないですよね。ネイティブの人は文法なんて考えて話さないですよねってよく聞かれるんですね。あとはね、文法はやらなくていいから自然に話せるようになりたいっていう人も結構多い印象です。で、私のね、勝手な考えですけど、こういう質問をする人っていうのは多分、文法の勉強というのは教科書を開いて、ノートに何度も何度も書いて、接続を確認して暗記することだと思っていると思うんですよ。はい、どうでしょうか。で、私が見た聞いた限りでは、暗記よりも会話がしたいっていう人が、文法はやりたくないんですよって言っている印象です。でもね、私は文法知識は大切だと思っています。それは自分が話すためというのもあるんですが、相手を理解するためにも必要なんですね。語学学習をするときに多くの人がね、話せるようになりたいって思うと思うんですよ。それはすごく大切なことなんですが、相手の言っていることを理解することも会話においては同じように大切なことですよね。一人で独り言をね、ずっと言っていたいのなら話すだけでも全然いいんですが、会話って相手がいるから成り立ちますよね。なので、相手が何を伝えたいのかというのを理解するためにも文法は必要だと思います。じゃあね、文法を使うことでどんないいことがあるかというと、まずね、細かいニュアンスまで伝えることができます。例えばですけど、主観なのか、それとも根拠があるのかとかね。あとは立場を強調することができたり、どういう気持ち、考えなのかを細かく表現することができます。それから優しさを伝えることもできますし、とにかくね、表現の幅が広がって、もっと自由に日本語が話せるようになると思うんです。で、勉強方法ですよね。例えば、文法書のようなものを使って、一つ一つ文法を勉強していく。こういうやり方が好きな人もいます。昔ね、いました。会話はそんなにやらなくていいから、文法をとにかく教えてくださいっていう人。はい。反対に会話がしたい。その中で出てきた文法を教えてほしいっていう人もいました。私はね、こういうやり方好きなんですが、まずはね、会話をしたり、アニメを見たりでも何でもいいです。します。で、実はね、今出てきたこの表現はこういう文法なんですよ。こういう意味があって、こういう時に使いますよ。ちょっと似た文法でこういうのがあって、これとこれはね、こういう違いがあるんですよってやっていくのが好きな人もいます。なのでね、本当に人によって好きなやり方って違うと思うんですが、中級ぐらいになって、ある程度話せるようになって、聞けるようにもなってとなってきて、もっとね、会話の幅を広げたい、もっと自由に話したいって思ったら、文法をちゃんとやってみる。あるいはちゃんと復習してみるといいと思います。なんとなく使ってる言葉っていっぱいあると思うんですね。それをもう一度見直してみるっていうのがいいと思います。で、今4分ぐらい話しているんですが、文法は N3 がほとんどだと思います。ちょっとだけ N2 の文法を入れました。例えば会話においては。それから私が見た聞いた限りでは、これは N2 の文法ですね。はい。ということで、今日は文法は大切なのかというお話をしました。文法を勉強すると会話の幅が広がる。それから自由に日本語をね、もっと話せるようになると思うので、私は大切だと思います。じゃあ、バイバイ。